こんにちは、ドライブです。今回はオンラインゲームの宿命ともいえるラグやピングの改善を謳うソフトウェアノーピンの徹底検証をお届けします。まず最初にお伝えしておきたいのですが、今回の検証はノーピンの開発元からぜひ当社のソフトを試してみてほしいとオファーをいただき実現しました。15日間のフルアクセスライセンスを提供していただき、じっくりと使い込む期間をいただきました。このような機会をいただけたことにまずは感謝を申し上げます。ありがとうございます。ただ、担当の方にお伝えしたのは、一人のゲーマーとして視聴者の皆さんに嘘をつきたくないということです。実際に使ってみて、もし効果が感じられなかったり、逆に悪化したりした場合は、そのまま正直に伝えますということです。すると担当の方は、もちろんそのまま正直な感想を動画にしてくれて構わないというふうに回答くださいました。ということで、その期待に応えるべく、技術的な仕組みから実践での数値変化まで様々な視点で徹底的に検証していきます。日本の優秀なネットワーク環境において、このゲーミング VPN というジャンルがどのような役割を果たすのか一緒に見ていきましょう。ノーピンの仕組みと検証の難しさについて、まずノーピンが一般的な VPN と何が違うのか、その仕組みを整理しましょう。我々が普段セキュリティ目的で使う VPN というものは PC 全体の通信をまとめて暗号化し、特定のサーバー、トンネルを通すものが一般的です。しかしノーピンのようなゲーミング VPN はプロセスフック型と呼ばれます。PC の中で動いているゲームのプログラムだけを特定し、その通信パケットだけを抜き出してノーピンが所有する最適化された専用ルートに載せるという挙動をします。ここで一つ技術的なお断りがあります。実はこのソフト、通常のスピードテストであったりトレースルートコマンドでは効果が測れません。通常ネットワーク通信ではパケットと呼ばれる短いデータを連続的に送受信します。ここでパケットにはどのアプリが発信したか、宛先はどこかなどの情報が含まれます。したがってこれらの情報を用いて通信の制御を行うノーピンはゲームの通信しか処理しません。ブラウザやコマンドプロンプトの通信はノーピンの最適化対象ではないため、通常の経路をそのまま通ります。つまりトレースルートを叩いても経路が変わっていないから効果がないとは一概には言えない、非常に検証が難しいソフトとなっています。今回はこの検証の壁を考慮して実際のゲーム内でのピングの表示の変化やバックグラウンドでの動作がシステム全体に与える影響など多角的な視点から検証を行います。実際の操作画面ではノーピンの画面を見ていきましょう。アプリケーションをインストールして初回起動を行うとこちらのような画面となります。ログインまたはアカウント作成を求められますので指示に従って入力します。すると世界中のノーピンサーバーに対して接続チェックを行い最適なルートを探索します。すごいですよね。700以上のサーバーが用意されています。ルート探索が終わるとメインの画面に遷移します。安定性検証。実践テストに入る前に土台となるネットワークの安定性を見ていきましょう。検証環境は光回線 1GBps の有線接続、Windows 11で通常時は 800Mbps 以上安定して出せる良好な環境です。ノーピンをインストールし、バックグラウンドで動作させている状態で検証を行いました。すると、ゲームをプレイしていない状態でも、通常のブラウジングや速度テストにほんの少しの影響が見られました。ただし、体感上の差は全く感じられません。あえて数値を見た時にわかる程度です。普段 800Mbps 出ている下りの速度がノーピンを有効にしている間は 600Mbps 前後に落ち着く傾向がありました。また検証中に一度下りが 20Mbps まで極端に低下し不安定になる場面も確認されました。これは推測ですが、ノーピンがどの通信を最適化すべきかを判断するために常にパケットをスキャン・フックしていることによる処理負荷が発生している可能性があります。もちろんゲームパケットを最短で届けるための代償とも言えますが、日本の非常に高速な回線を使っているユーザーからするとこの全体的な速度低下は無視できないポイントかもしれません。バロラント。まずはバロラントの東京サーバーでのテストです。日本国内から日本のサーバーへ接続するという最も一般的なシチュエーションです。結論から申し上げますと、今回の自分の環境では明確なピング値の改善や体感差は確認できませんでした。これには地理的な理由があります。日本のプロバイダのルーティングは非常に優秀で、日本国内の通信であればすでに物理的な最短ルートに近い状態でつながっています。ここにあえてノーピンのサーバーという中継地点を挟むことは
最短ルートに余計な寄り道を増やすことになりかねません。実際、ノーピンをオンにすることで逆にピングがわずかに不安定になる瞬間もありました。また、バロラントをはじめとする競技性の高いタイトルにおいて VPN の使用は規約上のリスクがゼロとは言い切れません。特にバロラントについては規約において明確に推奨も禁止もされていません。ただし、バン逃れや居住地域の偽りによる課金などが禁止されています。開発元が許可している場合でも運営側の判断でアカウントに制限がかかる懸念があるため、特に国内サーバーで安定しているプレイヤーが無理に使うメリットは少ないと感じました。 PUBG。次により距離のある韓国サーバーへの接続となる PUBG でテストを行いました。海外サーバーへの接続であればノーピンのルート最適化が進化を発揮すると考えました。しかしここでも意外な結果となりました。ピン値が27ミリ秒から36ミリ秒に約9ミリ秒ほど悪化してしまいました。原因を探ってみるとノーピンの自動サーバー選択機能の挙動に課題があるようです。今回 PUBG 側では韓国サーバーにつないでいるにもかかわらずノーピンが自動で選んだ最適化サーバーはなんと香港のサーバーでした。日本から韓国に行くためにわざわざ一度香港に寄り道をしてから韓国に戻るという非常に非効率なルートが構築されてしまったわけです。手動でサーバーを指定すれば改善したかもしれませんが、自動で最適なルートを見つけるという製品の売り文句からすると、この制度は特に日本のユーザーにとってはやや気になるポイントです。プライバシー、互換性の気になる点。機能面以外でもいくつかお伝えしておかなければならない点があります。まず、位置情報 GPS の要求についてです。アプリの初期設定時、Windows の位置情報権限を求められます。ただし、拒否することも可能です。なぜネットワークの最適化に IP アドレス以上の詳細な位置情報が必要なのか、プライバシーを重視するユーザーにとっては少し疑問が残る仕様です。次に他のツールとの競合です。普段よく使っている低遅延なリモートデスクトップアプリパーセックがノーピンをオンにした瞬間一切接続できなくなりました。ノーピンがネットワークドライバーの深い部分でパケットを制御しているため、パーセックのように特殊な通信を行うアプリとは相性が悪いようです。ゲーム以外のツールも並行して使う方は導入前にこのあたりの互換性を確認しておく必要があるでしょう。まとめ。どのようなプレイヤーにノーピンは向いているのか。ここまでかなり踏み込んだ検証を行ってきました。今回の結論をまとめます。日本国内の良好な光回線で近接サーバーのゲームを遊んでいる大半のプレイヤーにとって現状のノーピンは劇的な恩恵をもたらすものではないというのが正直な感想です。しかしこれは日本という通信インフラが極めて整った環境での話です。逆に言えば以下のような方には救世主になる可能性があります。プロバイダの海外ルーティングが極端に悪く、海外サーバーで遊びたいのに常にピングが100を超えてしまう方、物理的にサーバーから非常に遠い地域、例えば海外在住の方でルートの強制的な引き直しが必要な方、特定の時間帯だけプロバイダの制限でパケロスがひどい方、ノーピン社は新規ユーザーに対して1日間の無料体験を提供しています。今回の検証では厳しい結果となりましたが、ネットワークの世界は環境が全てです。もし皆さんが今ラグで本気で悩んでいるのであれば、まず1日試してみて自分の環境で数値が下がるか安定するかを自分の目で確かめてみてください。最後になりますが、このような厳しい内容でも正直に伝えてほしいと言ってくださったノーピンの開発チームには一クリエイターとして深く敬意を表します。皆さんの環境ではどうでしたか？ぜひコメント欄で試してみた結果を教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。